皆さんこんばんは。フォーラム8プレゼンツ、玉木のスポーツジャーナリズムの時間がやってまいりました。MC のスポーツライター小崎です。このチャンネルはスポーツ文化評論家、玉木正之が送る既存メディアとは異なる視点でスポーツの真の問題点を取り上げ考える番組です。コメンテーターの玉木正之さんです。よろしくお願いしまはい、よす。ろしくお願いします。はい、お願いします。今は、大相撲を中心に、はい、佐々木さんと新井さんに出ていはい、ただいて喋ってますが、前回面白かったですね。私もまた改めて大相撲の面白さうん、というものをね、神事と、それと興行と、それと格闘技、はい、三位一体となったこの回の奥行きの深さ。もう、うん、もうこれ、他に日本文化でこんだけ奥行きの深いものっていうのは、それこそ神社とかお寺の建物以外除いて人間のやってるものとしては、こんなに深いのないでしょうね。というふうに思いましうん、たね。う柔道もん、もう国際化うっていうかん、ね、かなりそうですね。ローマ字のものになっちゃいましたしね。え剣道はまあまだちょっと面白いとこっていうか日本的なとこありますけれども。まあ大いちょうを言ってね、ちょんまげ姿で、それこそ、四股を踏んで邪気を払ってっていう、うん、もうそれが当たり前の、世界、大相撲。こんなに面白いもんだと、いうことで、それに惹かれて、青錦関もこの番組を見てもらっているということが分かえりまして、非常に喜んでおります。ということで、今日も、あと、新井さんと佐々木さん、よろしくお願いします。お願いしよろしくお願いまします。す。前回ちょっと予告編みたいなことを喋ったんですけれども、はい。白鵬関のやっておられる第16回世界相撲大会というものが、今年も2月の7日と8日に、トヨタアリーナ東京というところで開かれて、世界からいろいろな力士が、アマチュアの力士が集まってきて、今年は女子相撲も種目の中に入ったというので、これからどうなるのかなというふうにも思いますし、それから、大和大学の教授の方で、はい。ウクライナの、青錦の故郷に行って、ウクライナの相撲を取材して、この番組で喋って、くださった方なんですけど、この方が言っておられました。ウクライナでは、相撲が、強化スポーツの十何種類かの中の一つに、相撲が選ばれてるんですよね。それで女子相撲もすごく流行って流行していると。そこでおまけに、日本語の掛け声で1、2、3、4とか言いながら準備運動をしたりとか、それからということようなことをこの番組で、やっていただきました。この佐々木さんには近々またウクライナに行かれるときに、ウクライナからの中継を考えてますんで、ちょっと、これを見ていただいている方は期うん。待していただきたいと思うんですけれども、さて、そんな世界の相撲がガラリと変わってきてるっていうか、発展してきている中で、この白鵬杯とというのは、これからどうなんですかね。新井さんなんかどのように見てはい。おられますか、こういう動きを。まあ、白鵬さんからすると、はい。相撲の楽しさを一人でも多くの人に、全世界の人に、うん。知ってもらいたいとはい。いう強い思いがあると思うんですよね。あると思いますね。ええあので、まあ、その先に、オリンピックオリ競技ンピック、はい。を目指すという、はい。うん。ですから、日本の大相撲とは、ちょっとやっぱり違う一線を画すと言いうん。ますかね。違う方向で相撲の素晴らしさを世界に広めていきたいっていう、そういうことだと思うんですそうですね。この世界相撲大会の白鵬杯というのも、一部、階級分け、重よ量ね。制ですね。無差別級と、そう、重量級と中量級とかっていうふうに分かれているところもありますし、それから女子の相撲も今年から入ってきた。おまけに、ええ男子も、国際化を目指すというか、オリンピックを目指すならば、
パンツを履くっていうものが OK だというルールになるはい。そうなんですね。といええ。うようなことで、今、新井さんの言われた、大相撲とは一線を画するというのはその通りなんでしょうね。そうですね。ですから、大相撲のスポーツ、神事興行の三位一体のはい。中のスポーツの部分の楽しさっていうのをより追求した、追求して、そうんの競技の楽しさを世界に広めたいっていうね。なるほどね。そういう考そうです。えだと思います。なるほどええ。ね。佐々木さんはどう思われますかこの動きをというのは。はい。初場所中に実は、白鵬杯の、概要発表会見というのがあったので、そちらおう。に行ってきたんですけれどはい。も、今年からまあ大きく変わるのが、一つはまあ会場が、今まで国技館だったところを、はい。トヨタアリーナ東京に変わったということ、あとうん。女子の部ができたということと、あと成うん。人の部ができたということですよおう。ね。男性も女性も。それと、あと、これエキシビションマッチだそうなんですけれども、世界各国の、これ白鵬さんよく言うことなんです。世界各国には相撲に似た競技がそれぞれの国に必ずあると。おう。はいはそれのいはい。チャンピオンに声をかけて、相撲のルールでエキシビションマッチをやるというのも一つこう新しい取り組みになっております。で、あとお太郎さんがおっしゃった通り、やっぱり白鵬さん兼ねておっしゃってるのは、将来的なその五輪競技への採用を目指しているというはい。ことです。うん。これはもう玉木さん専門分野なのでご存知だと思うんですけど、はい。五輪競技に採用されるためにやっぱ男女平等でなくていけないはい。とか、世界選手権に準ずる大会がもう何年もないといけないとか、はい。何カ国以上でやってなきゃいけないとかっていうのは一つ目安になってると思うんですけれはい。ども、まあそこら辺を目指すための一つのこうアクションなのかなっていうのは強く感じたところでした。なるほどね。ということは、まあ、韓国にはあれ、シムルでしたっけというのもありますし、それから、モンゴルにはもちろん、モンゴル相撲と呼ばれてる、なんて言いましたっけ、あれはバフでブーフで。したっけはい。夫婦。というのもありましたし、ありますし、それから、イランの方にもそういう競技があるみたいですけれども、まあ、こういう形で世界に広がるときと、大相撲とは関係がないっていうふうに、一言で言ってよろしいですか新井さん、どうですか？まあ、微妙なところですよね。うん。これが、例えば白鵬が構想するグランドスラム相撲でしたっけ？はい、グラン相撲グランドスラム。ドスラムか。はい、はい、まあ、今のところアマチュアに、を中、をはい、中心とした、活動になるんですけども、はい。これは将来的にどんどんね、大きくなっていって、日うん。本の大相撲よりは、グランドスラムの方を目指すっていうね、そういったプおー、ロ選手もできてくるかもしれないですよね。まだ賞金とかも出るようになったりとか、スで、ポンサーがつくようになったりとか、はい。マーケットっていうか、対象が全世界なんで、うん。当然そうで、あの、ギャラもどんどんね、こうはい。高くなってって、はい。そっちに魅力を感じる人も出かねないというかね。うん。まあ、それはそれでいいんですけども、はい、はい、はい。もしかしたらそういう将来的にですね、うん。えまあ、何十年後かはそういう形になってるかもしれないうん。かなるなとほどね。思ったりもしますけど、うんはい。その世界相撲協会っていうのに、理事の中に元バルト関とか、それから極集団関も入られたみたいで、はい。だんだんそれを大きくしていこうと思ってるんですけれども、佐々木さんどうなんですかで、これはやっぱり大相撲とは全くという言葉がいいのかどうかわからないけど、違異なる形のものというふうに考えていてよろしいんですかね。まだちょっと見えていないところがすごくうん。多いと思いますね。うん。まあ、白鵬さんが言う世界グランドスラム構想っていうのもまだ具体的にどうなのかっていうのはちょっとわからないとうん。ころも多うん。くあります、現状では。ただ、白鵬杯なんかの場合はですね、うん。やっぱり多くの子供に裾野を広げて、相撲を取るチャンスを与えるということでは、大相撲にうん。とっては間違いなくプラスだと思います。なるほど。はい。実際に今の現役力士でも白鵬杯出身の人ってめちゃくちゃいっぱいいるわけなんですよね。おー、でやっはい。ぱその大相撲への入り口のきっかけになってる、えー大事な少年相撲大会であるっていう側面は、これ間違いないと思ってはい、はい。るんですよ。だからまあ、リスクを言えばですね、なんですかね、こう将来的にこう、大相撲に入る人材がそっち取られちゃうっていうだけじゃなくて、
うん。お互いがこう、協力し合って、プラスの効果を生み出せれば理想なんでしょうけれうども、ん。あんまりそういう雰囲気は感じないというか、やっぱりなるほまあ、ど。そもそもはですね、やっぱうん。相撲協会の方にはやっぱりアマチュアの相撲の五輪競技化に関する関心が全くないですよね。ああ、なるほど。日本の相撲協会にはですね。なるはい。ほどね。もともとやっぱ相撲連盟との関係性もそんなにないというか、うん。みんな角界入りする人の多くはアマチュア出身であるにもかかわらず、はい。そんなに連携があるわけでもなかったりするうん。ので、ここがまた横綱がアマチュア側の人になったことによって、いい連携が生まれたらより良いんじゃないかなとは思いますけど、そんなるなほど。ことがうまくいくのかどうかうはちょっとん。まだわかんないですね。わかる。なるほどね。それこそ日本サッカー協会のように、サッカーのプロからアマチュアの、それこそ子供たちの、幼稚園の子供たちのサッカー会みたいに、ピラミッドがうまくできていて、すべてが一つの日本サッカー連盟 JFA の中で、ジャパンフットボールアソシエーションの中に入っているというようなお相撲協会っていうものは、まだちょっと考えられない。っていうので、これ、新井さん、やっぱりはい。考えられませんかね、これ。ちょんまげと、うん。神事の大相撲としてはね。そうですね。やっぱり、まあ、ある程度時代の流れで、変わらざるを得ないところも出てくると思うんですね。そのうん、大相撲うん、にとってはですね。うん、要は、まあ、師弟関係一つとっても、うん。昔は、やっぱり子供をスカウトして、はい。ゼロから育てていったんで、師弟うん。関係ってなってるわけですけども、ああ、今やっぱなるほど。高校大学である程度、完成品を取るっていう形なはい、んで、はい。まあそこで、じゃあ本当の意味の師弟関係ってどうなんだっていうね。ああ、なるほどね。やっぱり、まあ恩師が高校大学にもいるわけじゃないですか。はい、はい。うん。ですから、まあ昔から意味するとこの師弟関係っていうのとはちょっうん。と違ってきたかなっていうなるほど、なるほど。ふうには思いますね。そうですね、そうですね。そうか。それこそ女子が土俵に上がれるのかどうかということも、オリンピックっていうものを考えた場合には、大相撲としては受け入れられない部分もあるわけですよね。まあ当然そうでしょうね。私はなんか今総理大臣がね、女性になったんで、内閣総理大臣杯を、手渡しに来たら一番良かったのにって私は思ってるんですけどね。あれ、女性が上がるんではなくって内閣総理大臣が上がるんだから、女も男も関係ないじゃないかっていう、そういうふうには考えにならないんですかね。新井さんどうですかね。まあ高橋さんはちょっと置いといて、はい。過去の土俵に上がりたがる女性っていうのはもう100%政治的アピール以外の何者でもなかったですよね。ああ、なるほどね。なるほど。はいはいえはい。ーまあですからまあ、あまり高橋さんもそういうことはあまりね、首を突っ込みたくなかったんだと思いますけども、なるほど。表にはまあちょっと出さなかったの難しいですね、ここね。はね。ああ、そうか。なるほど。佐々木さんはどう思われますか？そうですね。これやっぱ相撲協会が、高市さんが首相になったところうん。から、各方面から結構質問を受けてる案件ではあるんですけれどはも、いはい。あまり明確に答えたくないっていう事情のうん。一つではあるんですよね。なるほど。ただ、やっぱり、協会としての見解は伝統文化を守りたいという言い方をして、間うん。接的に、女性にはちょっと上がってほしくないと。ただ、これは差別じゃないんですよっていうう立場をん。取ってますね。で、なる白鵬ほどね。さんにもこれ聞いたんですけれども、うん。白鵬杯ってずっと国技館でやってたわけですよ。やってましたね。当時はい。はやっぱりまだ親方だったり現役力士だっはい。たはい。りしたわけなんですけれども、で、今回なんでトヨタアリーナ東京にしたかっていうと、うん。女子の部分もやっぱ作るからだと。あ、やっぱり国技そうですか。館開催だと女性が上がれないから会場を移したんだっていう言い方をしていて、う今後ん。も、
トヨタアリーナ東京をアマチュア相撲の聖地にしたいっていう言い方もしてるんですよね。なるほど。はい。それとやっぱり大相撲、相撲協会とは全く別のものとして大きくなっていくっていう形がどうしてもならざるを得ないということになるんでしょうね。そういう昔面からしてもそうなんだと思いますね。国技館でボクシングの世界タイトル取るマッチがあった時に、確かバンタム級で村田英二郎が世界タイトルをやった時に、相手のトレーナー、マネージャーが女性だったんですよね。その時に、土俵の上にリングを作ったもんで、そのリングの上には上がらないと、リングの下から指示をするっていうのをしたっていうのを私覚えてるんですけれども、で、新井さん、やっぱりそこはい。まで守らないといけないもんですかね、この伝統というのは。そうです。まあ、うん、難しいとこ。難しいところなんですけどもね。まあ、うん。例えば、千秋楽に神送りの儀ってありますよはい、ね。ありますね、土俵の神様をうん。天にお返しした後だったら、その後に表彰式をやってね。うん。それで叱るああ、べき女性が表彰のために土俵に上がるんだったらいいんじゃ、まあ一応筋は通ってるんですね、うん、そのうん、考え方。うん、なるほど、なただやっぱるほど。り親方とかに聞くと、でもやっぱりそれでも嫌だなって言うんですよね。おー。あの、感覚的にね。うん、やっぱり自分たちが命かけてたところで、ああ、まあ、叱るべき方の女性でもやっぱりちょっとそこは抵抗があるって、感覚的なところでね。ああ、なるまあ、ほど。そういった声は聞いたことあるんですよね。なるほど。ですからまあ、すごいセンシティブな問題でもありますしね。うん、まあ、理屈だけではちょっと、どうにもならないとこもあるんじゃないかなと思います。なるほどね。わかえるような気がしますね。私は一度、もう十何年か前ですけれども、正月特番で神宮球場のマウンドの上に、ホームごたつを置いて、そこで4人の男たちが、今年のペナントレースはどうなるかを喋るという企画に出てくれって言われたとき、俺は絶対ダメでしたね。うんプロ野球の選手のマウンドの上にホームごたつを置いて、そこにホームごたつに入って話をするっていうのが、絶対に抵抗があってできなかったっていうのーは、まあ、そういう感覚なんでしょうね。そういう感覚的なところも、やっぱね、絶うん、対無視できないところですよね。そうですね。でもなんか、お正月にその番組見たら、私と違って、野球選手出てましたけどね、ホームごたつに入って、マウンドの上にまあでもそういうセンシティブなところは私も、守りたいというよりも考慮したいなと思いますけど、佐々木はい、さんそう。どう思われまで、すか？これ難しいですね。難しいですね。は相撲協い。会の、立場、見解も、重々、納得できることはい。はありますし、うん。方針に、異を唱えるつもりは全然ないですね。なるほど。はい。ただ、個人的には、まあ別に、もう、太郎さんがさっき言ったアイデアすごくいいと思うんですうん。よね。やっぱ神うん。送りの紙送り儀、をして。はい、神様が降りてきてるとき、そうでないときってうん。いう理屈をつけるっていうのはありじゃないかなっていう気はしまなるほど。すし、なまあいいかるほど。なって気はしますね。なるほどね。はい。まあ、それだけ奥行きの深い大相撲というものの、なんて言いますか、これを見ておられる若い人たち、知っていたかどうか知らない。多分知らなかったでしょう。という話を、前回と今回かなりありましたけれども、大相撲は本当に奥行きが深い日本の文化だということを分かった上で、楽しんでみましょうというか、そういう感じはしますね。ということで、まあ、3回連続して喋っていただいたわけですけれども、さあ、最後に聞きましょう。青錦、次の大阪はい、場所で横綱なりますか？新井さん。なると思います。あ、佐々木さん、いかながですか？りますね。なります。ああ、なります。ああ、そうか。というような声が聞こえましたです。ということで、また大阪場所が終わった後で、新井さんと佐々木さんには絶対に来ていただいて、どうなったかを、話し合ってもらいましょう。本当に3回連続でありがとうございました。大変楽しい話でした。本当にありがとうございます。ありがとうござありがとうございましいました。た。でした。はい。皆さんご覧いただきありがとうございました。次回のフォーラム8プレゼンツ
玉木のスポーツジャーナリズムも楽しみにしていてください。それでは皆さん次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。